はい、こんにちは。元機関投資家トレーダーの堀江です。本日も相場の話題を提供していきたいと思います。前回の動画をね、見てくださっていた方は、米国市場の下落に対してある程度準備ができていたんじゃないかなというふうに思います。今回の動画では、まず最初に、今週の月曜日ですね、8月5日に起きた日経平均の大暴落について、なぜこういうことが起きたのかっていうことの原因をまずお話ししたいと思います。後半ではこの暴落がですね、終わったのかどうかについてテクニカルの観点から解説していきたいと思います。ですので、前半では、暴落の原因について、後半ではテクニカル上、この暴落が止まったのかどうかについての解説ということになりますので、それぞれご興味のあるところから聞いていただければというふうに思います。今回のですね、この大きな暴落の理由の一つとして挙げられるのは、円キャリートレードの巻き戻しですね。円キャリートレードというのは何なのかということについてこれから解説したいと思います。すでにご存知の方は、後半の方のテクニカル分析の方に進んでいただければと思います。円キャリートレードというのはですね、金利の安い円を借りて、それを外貨に変えて運用する手法のことになるんですね。円はゼロ金利がずっと続いてきたわけなんで、資金調達コストが非常に安いわけですね。一方、米国なんかは金利が 5% を超えていますから、ドルでね、資金調達してしまうと、運用に大きな支障が出てしまうと。ですから、円を借りて、それを例えばドルに変えて、米国株を買って運用したりなんかするわけです。そうすると、円を借りて、ドルに変えて、米国株を買うということをするとですね、まず、ドルに変える段階で、円売り、ドル買いをするので、円安になるわけです。で、さらにそのドルで米国株を買うから、米国株が上昇して円安になるということが起こるわけですね。それだけではなくて、2番目、今度はですね、円を借りて、そのまま日本株を買うという外国人投資家もいるわけです。ドルで運用している主体だとすると、ドル円相場の変動によってパフォーマンスが変わってしまうことを望ましくないと考える人たちも多いわけですね。そうすると、日本株を買うときに為替ヘッジを入れようとするわけです。この場合、円を借りて日本株を買っているので、ドル円相場の変動の影響をなくすためには、円売りドル買いの為替ヘッジを入れる必要があるわけですね。ですから、円安株高というふうに相場が動きやすいわけです。円キャリートレードをすることによって円安株高になりやすいわけですね。で、今回の暴落は、その円キャリートレードの巻き戻しが大きな原因と言われているんですけども、この円キャリートレードが逆回転したというふうにお考えください。で、この円キャリートレードが逆回転するとどうなるかというと、今度株を売るわけですよね。米国株をまず売って、その米国株を売ることによって売却資金としてドルを受け取るわけです。で、受け取ったドルを円に変えて借金を返済するわけですね。円を借りてるわけですから、ドルで返すんじゃなくて円で返す必要があるわけですから、ドルを円に変えて返済します。ということは、ドル売り円買いをするわけですから、円高になりやすいわけですね。一方、日本株も売却した場合、日本株を買った時には為替ヘッジ、円売りドル買いの為替ヘッジを入れてますけれども、今度は為替ヘッジを外すということは、ドル売り円買いをする必要があるわけなんで、これも円高になりやすいわけですね。よって、その円キャリートレードを巻き戻すときには、株安円高になりやすいということです。これが月曜日の暴落の時に繰り返し起こっていたということです。円キャリートレードだけではなくてですね、プログラム売買も非常に大きな役割を果たしたと思っています。やっぱこれだけ日経平均が下落するときには、トレンド追随型のプログラムですね。CTA というヘッジファンドがですね、世界中のマーケットで走らせている自動売買のプログラムがあるんですけど、それらは結構トレンド追随型のプログラムが多いんですよね。ですからトレンドが出始めると、いろんなそのトレンド追随型の自動売買プログラムがどんどん参入してくるんですよ。で、そこで売りがどんどんさらに出て、先物にね、売りがどんどん出ていって、相場が下がる。で、相場が下がることによって、円キャリートレードの巻き戻しを迫られる機関投資家が出てくる。で、それを円キャリートレードの巻き戻しを実行する。で、さらに下落することによって、また、新たなトレンド追随型のプログラム売買が走ってくるっていうような形で、そういったことが、重なってですね、これだけ大きな暴落になったということが言えると思います。あくまでも今この2つ挙げた円キャリートレードの巻き戻しとプログラム売買っていうのは、この暴落を作った理由の一部分というふうに考えていただければよくて、これらが全てだっていうことを言うつもりはないんですけども、その2つがですね、大きな役割を果たしたということが言えると思います。で、現状その円キャリートレードの巻き戻しなんですけど、市場筋の推定によりますと、世界中でだいたい半分ぐらい終わったんじゃないかっていうふうに推計が出ていますね。で、あと残り半分がまだ円キャリートレードを続けているということで、残り半分の円キャリートレードの巻き戻しがどこで起こるのかっていうことは、今の段階ではわからないわけですね。ではこれからですね、ナスダック100の下落が止まったのかどうかっていうことについて考えていきたいと思います。現状はですね、まず月足の大きい端から見ていきますと、
こちらが主要な安値になってるんですよね。ですから、この主要な安値を割り込むと、ナスダックは月足の上昇トレンドが終了するわけですけども、その手前から下髭で戻っています。ということは、つまり、現状はまだナスダック100は月足では上昇トレンドの最中で、その調整中というのが月足での認識になるわけです。週足では、まずですね、そもそも上昇トレンドの方が終了しているんですね。こういう上昇トレンドがあって、で、週足ではこちら直近の主要な安値がここだったわけですが、それをすでに下抜けているので、週足の上昇トレンドは終了しています。で、週足の現状はじゃあ何かトレンドがあるのかどうかっていうことで考えると、ここの取り扱いが結構重要になってきて、この上髭。この上髭を戻りと考えるのであれば、週足の方では、この史上最高値から考えたときに、こういう1、2、3という下落トレンドが発生していることになるんですね。こちらの主要な安値割り込んでますからね。下落トレンドが発生していることになるので、そうすると現状はまだ1、2、3と3波動目になっているので、この戻りはあくまでも調整の、下落トレンドの調整の戻りに過ぎないという考え方になるので、これが4波動目になって、どこかで5波動目の下落があるということを考えておかなくちゃいけないということになります。そうすると5波動目の下落があったとすると、この最安値を割り込むことになりますから、そうすると必然的にその最安値の下にあるこのライン何かというと、これが月足の上昇トレンドが終了するポイントになりますから、そこまで行ってしまう可能性があるわけですね。この戻りが第2波動目の、下落トレンドの第2波動目の戻りだと考えるのであれば、5波動目に行く可能性があって、その場合は月足の上昇トレンドが終了してしまうところまで下落してしまう可能性があるということになるわけです。そうではなくて、これを戻りとは考えない考え方ももちろんあって、それはなぜかというと、一つ前の高値を一回も超えてないわけですね。この下落してくる間、一つ前の高値一回も超えていないです。ですから、これをただの下落トレンドというよりもただの下落だというふうに捉えるのであれば、まだ現状はナスダック100の週足ではトレンドがないと、ただ下落していただけだというふうに捉えることもできます。ここの取り扱いによって、週足の現状の捉え方が、下落トレンドがすでに発生していて、第3波動目に入っているという捉え方もあれば、ただ下落しただけなんで、まだ今はトレンドが明確にはないというふうに考えることもできるということです。日足の方では、このように、1、2、3、4、5、6、7と、7波動目まで行ってから上昇して、この直近のね、主要な高値を超えたことによって日足の下落トレンドが一旦終わったわけです。一旦終わったんですけど、再度こちらの高値ですね。8月1日の高値から下落してきて、この主要な安値を割り込んだことによって、日足では新たな下落トレンドが発生したという状況に今なってるんですよね。ですから、先ほど見ていただいたときに、この部分って何かというと、週足で言うと、この戻りの部分だったわけです。先ほどの日足のこの新たな下落トレンドが発生した高値っていうのは。ですから、日足までも遡ってみると、この戻りっていうのは、週足では下落の、このように、1、2という、第2波動目と捉えておくのが無難かなというふうには思いますね。ですから、そう考えると、週足では第3波動目が終わって第4波動目の戻りがあって、第5波動目がある可能性を考えておく必要があるということですね。ただ、日足では直近の波動としては、このように、上昇の N 波動が起こっているわけですね。この主要な高値を超えたことによって。上昇の N 波動が起こっているので、現状ここだけ捉えると、このローソク足5本分だけ見ると上昇していく可能性が出てきている。つまり、日足のレベルでは下げ止まった可能性が出てきているというのが現状なんですね。ただ、これを角度を変えて、この高値から考えた時の新しい下落トレンドの始まり、日足の新しい下落トレンドの始まりと考えた場合、この戻りっていうのは調整の戻りに過ぎない可能性があるわけです。下落トレンドの調整っていうのは、大きく単純なパターンとして3つあって、1、2、3というこういう単純な下落が分かりやすいパターン。ここら辺でそうですね。ここら辺がとても分かりやすいですね。こういうパターンですね。の時もあれば、他にも、下落して、一旦上昇するんだけど、もう一度下落して、ただ安値を割り込まずに一旦戻る。戻るんだけど戻り高値を超えられずに、また安値を割り込んで下落すると。直近の安値を割り込んで下落するというパターン。あともう一つが、下落して上昇して下落するんだけど、安値を割り込まずに、直近の主要な高値も超える上昇になるんだけれども、結局、主要な安値を割り込むという、この3番目のパターンですね。で、今、この3番目のパターンの可能性があるんですよ。今のこの上昇の N 波動って。っていうのは、
ここから新たな冷やしでは下落トレンドが始まったと考えることができるし、そこから考えると週足ではこの戻りは下落の第2波動目の戻りって考えることができるので、そうすると、現状では冷やしでは下落トレンドの最中というふうに考えておいた方が無難なわけですね。1であって、2、これが調整の第2波動目が複雑になっていて、3波動目っていうのが起こる可能性を考えておいた方がいいということです。ただし、これが否定される時がもちろんあって、その否定されるのはどこかというと、これが否定されるためにはどうなる必要があるかというと、この高値ですね。8月1日につけた高値まで相場が上昇してくることによって、この新たに始まった下落トレンドが否定されるわけです。このように動くことによって。ですから、8月1日の高値、つまり先物で言うと 19,717 ポイントですね。19,717 ポイントまで相場が上昇してくることによって、日足では新たに始まった下落トレンドが否定されることになるし、週足でも同様に今このように捉えることが無難なわけですから、ここまで上昇することによって、週足でも直近の主要な高値を超えたことによって下落トレンドが終了したことになりますから、重要なポイントとしては、日足では8月1日の高値を超えられるかどうかっていうのがとても重要ということになります。もしこの8月1日の高値を超えられずに再度下落してしまうと、日足の方ではこの下落トレンドが継続してしまうことになりますし、週足の方でも同様に、このように1、2、3、4、5っていう風になる可能性がありますし、そうすると厄介なのは何かというと、日足の方でもこの上昇トレンドが煽るこちらの安値を割り込んでしまう可能性が非常に高くなってしまうということなわけですね。ですから、ナスダックにね、関連するポジションを持っている方にとってとても重要なポイントは、8月1日の高値を超えられるような上昇になっていけるかどうかということがとても重要だということです。そこまでいかないと、現状ではいつね、戻り売りにあってもおかしくないっていうのが、現在のチャート上の私の見解になるということですね。ちなみに日経平均先物の話もしておきますと、日経平均先物も同様に、今、こういうふうに、下落トレンドになっているわけですから、日足では下落トレンドになっているわけですから、これが完全に否定されるためにはどこまで上昇する必要があるかというと、こちらですね。この高値。7月31日につけた 39,230 円ですね。ここまで上昇することによって初めて日経平均は日足での下落トレンドが終了することになりますから、日経平均の方では日経平均先物は7月31日の高値を超えられるかどうか。一方、ナスダック100で言うと8月1日の高値を超えられるかどうかっていうことが、この下落が終わったということを安心して言える水準になるということですね。そこまで届かないうちの上昇っていうのは、いつこの最安値を再び割り込むような下落になってもおかしくないというのが私のテクニカル上の分析の結果になります。今回の動画面白かったと思っていただける方は、ぜひチャンネル登録と高評価の方よろしくお願いいたします。では引き続きトレンドしっかり見極めて儲けていきましょう。